職人フロンティア。こんにちは。ハンドメイド海外販売の本音、職人フロンティアナビゲーターの平方かなです。今日のゲストはハンドメイド作家の白石恵子さんです。恵子さん、色とりというブランドで、帆布という厚手の布地を使ってトートバッグや小物作品を制作されていて、現在なんと海外11カ国での販売実績をお持ちなんですが、プライベートではお子様がお二人いらっしゃるということで、その育児と創作活動と海外への営業とってどう時間を使ってらっしゃるのかなんていう話も詳しく伺っていけたらと思っています。恵子さん、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。色とりで、帆布作家を活動しております。色とりの白石と言います。お願いします。色とり、はい。どっちですか？発音までは考えてなかったんですけど、色をはい。取る、ああ、取るっていうので、色とりっていうなるほど。名前に、はい、しました。わかりました。色とはい。りでじゃあ呼ばはい。せていたそうだですね。きますね。はい、お願いはい、ありがとうします。ございます。今簡単に紹介させていただいたんですが、改めて恵子さんが普段どんな作品を制作されているのか詳しくはい。伺えますでしょうか？はい、ありがとうございます。私はですね、ちょっと記事をお見せしたいんですけれどありがとうごも、ざいます。嬉いいですか？しい。はい。ちょっとこういった厚手の厚手のキャンバス地です。英語で言うとキャンバスって言うんですけれども、厚手のものを使って、和物こういった和物の、はい、和柄の生地を使って、こう一緒にアクセントとして、こう普段使いにでも使えるような、ものを、海外の方に販売してます。こういうものです。はい。わあ、素敵ですね。やっぱ厚手の、布はい。地だからなのか、そのバッグ自立するようなあ、形になってますよね。そうです。自立するので物がとても入れやすくて、おあ、子様といいでかいらっしゃすね。る、うん。方とかは、ほんと自はい。立してた方がいいかなと思って。めちゃくちゃわかります。私も2ですよね。歳の子供が今いるんですけど、もうはい。片手が塞がっでてる状すよね。況がはい、すごですよく多いので、ね。そう、うん。だからちょっと肩掛けのカバンからすぐ物が取り出せるとか、なんかはいはい。そういう機能性ですごく買うものを選ぶようになったので、はいはい。すごくそこの恵子さんの視点がうまく取り入れられている作品がすごくいいなと思いました。ありがとうございます。うん。あの、はい。そもそものものづくりの原点とうん。いうのは、最初から帆布にしようと思われてたんですか？いえ、もう私のその作家活動としてはもう20年ぐはい。らい前になるんですけど、最初ははいはい。アクセサリーから入りまして、一お番やっぱりお。手軽で簡うん。単にできるっていうので、何か作りたいと思った時にアクセサリーからやって、で、へえ。結婚して妊娠した時に子供がではい。きて、その時に今度はベビー服に切り替わったんですごい。すけれども、はい。はい。で、ミシンがずっと好きだったので、そのミシンを引っ張り出しへえ。て、えで、え。ずっとやっていて、で、また途中でちょっと、自はい。分の中で転機が起きて、帆う布にーん。なったっていう形になるんですけれども、で、その転機っていうのが結構、はい。子供服を9うん。年、結構長めにやってたんですけれども、8年、ええ。9年ぐらいかな。で、2つ実はその転機があって、1つは子はい。供が大きくなってしまって、自分のモチベーションが下がってしまった。で、はそうあ。なんですよ。はい。で、モデルがいなくなってしまったのなるで、ほそうなんでど。す。友達のちっちゃい子とかにモデルやってもはい。らったりとかしてたんですけど、ちょっと限界を感じたのと、あと一へえ。つは、はい。コロナです。コあ、ロナ禍で、ええ。売り手になる人もすごく多くなってきうて、で、ーん。売れるものもちょっと売れなくなってきたっていうので、へその2つえ。がちょっと、自分の中で転機が起きて、割とちょっとスランプ目に陥ってしまったんですね。で、何かこれかはあ。ら、そう、子供が大きくなってきてしまったので、うん。もう自分が年を取ってまで使えるものってなんだろうと思った時に、これを出してる人がいたんですよ。ええ。で、このハーはい。フって、ええ。このぐらい色が実はすごい！このぐらいあるんですよ、色が。カラフル、それ何色これ、？60ぐらいありまそうですね、す？あります。65ぐおお、らい、はい、あるんですけれども、カラフルですこれっね。てやっぱり日本独特かなとちょっと思ったんですよ。この色使いだったり、へえ。えこういうのってえ。あんまり海外の人は出せないんじゃないかっていうのにもちょっと惹かれたものがあって、こはい。れでバッグも好きだったので、トートバッグ作りたいと思って、バッグに切り替へえ。えました。
コロナ禍から海外のことは考えてらっしゃったんですか？あ、ですね、そうです。その海外に切り替えっうん。ていうのが実はコロナ禍の終わりかけぐらいに、アメリカええ。に友人がいて、はいはい。仲のいい、もうもう昔からの友達なんですけど、ええ。たまたま来日するっていう、お。ことがあって、久しぶりにじゃあランチしようってなったんですうよ。で、そーん。の時にその友達もフリーランスで仕事をしているので、いろいろ相へ談乗ってもえ。らって、ええ。そしたら、海外に売ればいいじゃんっていう話になったんですよね。で、かおお。なり日本のものってすごくやっぱ丁寧だし、すごく称賛されるから絶対いいと思って言っうん。て、そこでもう決意して、あ、うん。そっかと思って、海う外にわ。売り出せばいいんだと思って、もう迷いなかったです。日本ってやっぱ島国なので、うんうどうしてもん。日本しか売れないってずっと考えてたんですけど、うーん。そっかと思って。はい、そこで切り替えまへえ。した。ちなみにそれを、はい。その、ハンプを使った作品を作ろうって思われうん、て、じゃ、まず制作活動、創作活動をされる時っうん、て、お子うん。さん何歳ぐらいでした？ですね、もうでも、ハンプの時は大きかったですね。もうあ、小学校高学年と中学年ぐらいなので、小学生ぐらいです。はい。それでもまだまだお母さん遊んでなり、そうですね。構ってはい。なり、その自分はいはい。だけの時間をうん。捻出するのって結構大変じゃなかったですあ、か？大変でしたね。なので、ちっちゃうん、い頃とかはもううん。昼寝か、早く寝せてました。早く寝せて、ほんとにはい。なので1日数時間しかない状態でしたね。いはい。や、うーじゃあ、ご自ん。分の睡眠時間とかも削られながら、創作活動に当ててみたいな感じでしたか？そういう時もありましたね。やっうーぱ注文とん。か入って重なってしまうああ、と、もうちょっと休み返そうで上で、すよね。はい、旦那さんにお願いしてみたいな感じでやってましたはあ。ね。うん。でも、その、作ることとか海外へ営業することっていうのが、あんまりストレスにはならなかったんですか？あ、全然ならなかった。楽しみしかなくて。はい。へえ、そうです。向いてますね。そうですかね。そうですね。ただ、作ったものの、じゃあ今度これをどうやって販売するかとうんか、うん。そういった悩みはやっぱり、やっていくうちに、もちろん壁はめちゃめちゃありうん。ました。はい。今うん。回恵子さんのご出演が、前回うん。のゲストでいらっしゃるクラフトタウン代表の牧沢長人さんからのご紹介だったんですけれども、はい。恵子さんも色とりというブランドでクラフトタウンさん登録されているかうんうん。と思うんですが、はい。クラフトタウンに出会ったタイミングというのはいつぐらいでしたか？あ、そうですね、もう海外に売りたいって決めて、商品もできええ、ました。ええ。じゃあ、それからどうやって販売するかっていう時に、自分はほんとわからなくて、とりあえずいろいろ調うん。べたら、ヒットしたのがその販売代行っていうクラフトタウンさんだったんですね。でえも迷え。いなくお登録しました。お。代行してくれるんだと思って。いや、逆にそのタイミングで他に代行してくれそうなサービスってなかったってことですか？やっぱりですね、オンラインでの販売代行っていうのは私は見つけられなはい。くて、マルうーシェとかん。イベンうトで販ーん。売代行っていう人はやっぱりいたんですけれども、ええええ。ちょっとやっぱ金額もすごく、高価な金額だったりああ。とかしたので、始めるえにあたっえ。てちょっと難しくて、うはい。で、ーん。そう思うとクラフトタンさんはすごい、うん。優しいっていうか、登録しやすかったです。うはい。ーん。うん。確か英語も不要で、日本語でやり取りすはい。るだけで、その出品から現地の方へ届けるまでできるっていう風にはい。伺ったんですけど、はい。そのじゃあ実際に商品が売れるところうんまで、うん。すごくじゃあスムーズに、恵子さんそうです。としてははい。できましたか？そうですね、もう私はうん。送るだけで良かったので、おお。すごいありがたかったです。はい。今は Etsy という、海はいはい。外向けの販売プラットフォームも利用されうん。ていらっしゃると思うんではい。すが、はい。そこは何か差別化、クラフトタウンと Etsy とはい。で差別化というのは意識されてますか？そうですね。クラフトタウンさんは、もちろんオンラインでの販売して代行っていうのもあるんですけど、イうん。ベントでの、露出も考えてくうださってまーん。すので、そういった案件とかもいただけるんですね。で、ええ。自分でなかなかそういったものって見つけられないので、そういったやっぱクラうーん。フトタウンさんとかいると、イベントとオンラインで、うんうん。自分はオンラインやるっていうのを、はい。で、そこで差別化してます。
ああ、なるほど。はい。じゃ、クラフトタウンはどちらかうん。というと、その現地でのイベント出はい。店に重きはい。を置かれて、エッツィはオンラインでの、直接のやり取りになるんはい。あ、ですかね？そうですね。今私はそんな感じでやらせていただいてます。はあ、はい。順番としてはクラフトタウン登録してからエッツィの展あ、開っていう感じですか？そうですね。やっぱりクラフトタウンさんだけっていうのは、私の中ではやっぱ自分でも何かやらないとっていうのもあったので、すごい。はい。で、それをたまたまアメリカの友人からエッチってうん。あるよっていうのを聞いてういたので、ーん。じゃあ登録してみようかな、ちょっと勉強してっうていうのをやりました。ーん。はい。実はい。際にその2つうん。のサービス登録されてから、うん。商品が売れるまでってどれぐらいの期間でしたか？やっぱり3、4ヶ月はかかりあ、ましたね。そうなんですね。かかりました。はい。です。あの、クラフトはい。タウンのその牧沢さんからすごく恵子さんの作品が人気でっていうことを伺ってありがとうたので、ございます。はい。もうてっきり登録されてすぐに、はバンバン売れるのかななんて思いきい。や、なんか、そうですね。それは、うん。今振り返るとその3、4ヶうん。月のブランクっていうのはなんで発生したんだと思われますか？やっぱりクラフトタンさんもその時おっしゃっていたのが、まだやりうん。始めで、ああ、なるほど。手探りな状態でっておっしゃってええ。いて、で、えええ私もえ。やり始めたばかりで、露出がなるほど。多分あまりされてなかったのかな、う認知度がーん。なかったのかなとは思うので、サイト自ええ。体に。なので、最初のやっぱ3、4ヶ月っていうのは売れなかったのかなとは思ってます。うーうん。ん。その3、4ヶ月経っうて最初ん。に売れたのはうんクラフトタうんうん。ウンさんでの出品でしたか？そうですね、最初はクラフトタウンさんでしたね。おトートバッグ、お。はい。そうそのです。最初うん。のトートバッグが売れたとうん。聞いた瞬間はどんなお気持ちうん。でしたか？え、売れるんだと思って。売れたんだと思って、めちゃめちゃ嬉しかったです。あ、もうでもそこまで半信半疑だったんですね。やっほんとぱりに売れるかなみたいな。はい。海うん。外に通用するのかなってやっぱり思ってましたし、でもへえ。覚えてます。シンガポールの人だったような気がするんですけど、あ、そ売れうたんだとですか。思って嬉しかったですね。今となってはもう恵子さん11カ国に海う外販売ん。の実績をお持ちだっていうのを知ってるので、もうはい。最初のまず1個販売されるっていうのが、意外とそこでなんかすぐにバンバン売れたわけじゃなかったんだなっていうのは、はい。今お話伺って意外でしたね。そうですね、売れなくて、うん。もう3うん。ヶ月ってもうほんとに、ワンシーズン超えるぐらいうんうん。3、4ヶ月経つじゃないですか。なはい。ので、もう私無理かもとかやっぱり思っあ、てし弱気に。まうようなっちゃいますなっちゃいええ。ます。そうそうです、そのなんだ。時にポンって売れたので、はい。そこでちょっと成功体験ができて、いけるかもと思って、続けました。ああ。はい。シンガポールを含め、そのはい。11カ国の中で、はい。売れる値段というのは、国内で販うんうん売されていうん。る値段と当然変わってくると思うんですあ、けど、はいはい。利益率とかはやっぱ高いんであすか？そうですね、やっぱり円安っていうのがちょっと大きいですし、ちょっと高めにはつけてはいますし、なので、日本での販売も私トートバッグではしていたんですけど、やっぱりどうしても安価なものと比べられてしまうっていうのはすごいあっあ、たんですよね、やっぱり。そうなんですか？それほんと作家さんにもよる私の実力不足かもしれないんですけれども、やっぱりちょっと、ね、日本のちょっと景気も悪いっていうのもありますし、はい。ただ、海外の人はもう値段キラだと見ずに、もう何個も買ってくれたりとかするの利益率はやっぱりええ。高いですでおお。すね。はい。あの、何倍とか、ちっあ、ちゃい声で何倍とかですね、でもそんな伺えますか？に、全然そこまでやっぱり買いやすい値段っていうあ、のをやっぱり意識されてるんつけてはいですね。やっぱそれアメリカの友人に言われたんですけど、あっちもインフレですごい高い金額全て高いじゃないですか。だけれども、やっぱり人によって貧富の差はすごく大きいよって言われて、やっぱり安いものに行く人だってたくさんいるし、富裕層もいるけど、一般的な日本人の考え方も変わらないっていう点を聞いていたので、なので、そうですね、日本の金額と比べるとでも1.5倍ぐらいか、利益率は、それか2倍ぐらい。高いものですとやっぱ2倍ぐらいはうなります。ーん。はい。でも、ちゃんとその現地の海外の買われる方のお財布事情とかも、恵子さんはちゃんと考えて、そのご友人のお言葉とかも踏まえて値付けはされてるんですね。そうですね。はい。ちゃんとあと利益自分にも還元するようには、そこは大事なので、モチベーああ、ションよかった。なので。
考えてます。ほんとですよね。はい。その売れる喜びの一方で、はい。大変だったなと思われるようなエうん。ピソードって過去ございましたか？いっぱいありまあ、す。正直いっぱいあそります。うなんだ。ありますね。ですうん、ね、はい。一番はやっぱり配送はい。です。あ、発送。はあ、はい。日本ってやっぱりすごくて、出るうん。までは早いし、荷う物がーん。来てからも早いじゃないですか。時間ええ指定もあええええ。るし。ただ、そうなんですよ、海外はなかなかやっぱり通関するのにも時間かかるし、そっからも時間かかるし、なかなかつかないですね。特に南米とかになると3ヶ月つかなかったり。え、3ヶ月？つかなかったんです、こないだ。びっくり。今届いたんだとか思ったうり。わ。それってその南米のお客さんからまだ来はい。ないんだけどとかって連絡がありました。来るもので、あ、はい。ありまは、して、で、ええ。もしかしたらちょっと私がちょっとミスをしてしまったのかもしれないと思って、もう一回ちょっと送ったんですよ。ちっちゃいもええ。のだったんですけど、はい。はい、もうちょっともう一回勉強のためにと思って送ったんですけど、それでもやっぱり時間はかかったので。いや、なんかちょっと3ヶ月ってほんと想像もそつかないそうですよですね。ね。はい、もうほんとに、春になっちゃった。冬に頼んでくれて、もう春になっちゃったとか思っちゃいました。なんかインターネット普段使ってるのもあって、今日か明日、明後日ぐらいのタイミングで、こうフィードうバックがあーん。ったり、連絡をやり取りしたりっていうことうができるん。中で、うやっぱん。りなかなか現物をやり取りされるっていうのは、はい。梱包も含めだと思うんですはい。けど、はい。大変なことなんです大変ですね。あね。とは、去年20点ええ。頼んでくれた人がいて、すごい、はい。すごいありがたかったんですけど、ええ。小包包装で1回で送れなくて重たくて、なので4つに分けて送ったんですよ。すごい。はい。そしたらはい。1個だはい。け5555で送ったんですけど、1つだけパッケージ戻ってきたりとかしあらら。て、は、なんでと思って、そのおはい。客様はお友達にあげる予定だったみたいで、うなーん。んでだろうとか思って、そういうトラブルもありつつもう1回送って、だったりとか、わ送料かかっちゃっあ。たりとかもありましたね。インスタの投稿でも、こう、カルチャーショックを受けたことなんてうん投稿もされてたとうん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 。思うんですけど、はい。結構心折れそうになりませんか？折れますね。正直、と思ったり。もうなんか、ほんとに1日ショックだったり、全然ありますね。あああ、ります。そうなんですね。もうじゃ、ほんとはい。その都度こう立て直して、うん。やり直しはい。て、トライアンドあ、エラーをされてっていもうう感はい。じですか？自分のためにと思って、勉強だと思っわあ。てやってます。そはい。うなんだ。いや、なんか今のおうん。話ですごく手厚いなと思いました。3はい。ヶ月届かなくても、なんかうん。放っておけばいい、うんうんうん。放っておくとか静観することもそうです全然できたと思ね。うんですけど、はいそこでもう一はいはい。回送り直したりうん。するっていうのはなんかすごく、そうですね。あの、寄り添ってらっしゃるなと思いましたね。そうです。もう次に繋がってくるんですよ、やっぱり。あ、それはやっぱなるほど。り過去経験とかもしたことがあるのうで、なのーん。で、もう次のためにと思って、ちょっと自分の時間は削れるんですけど、利益率もなくうんうん。なるんですけど、はい、そうですね。リピーターさんで結構、今まで成り立ってます。職人フロンティア。海外のお客さんからのエピソーうん。ドですごく印象的だったのが、スイはいはい。スのお客様からあ、の はい。DM が来たっていうお話なんではい。すが、そこ、はい。ちょっと詳しく教えていただいあ、てもいいですか？はい。1月の頭ぐらいにスイスのお客様がご購入していただいたんですね。で、DM がすごいその後に長い DM が届いて、その内容が、自分はスイスに住んでいて、日本語教師の先生がいらっしゃって、その先生がもう余命が癌になってしまって余命が短いんです。すごく好きな先生みたいで、で、その先生から、えっと、クリスマスプレゼントに物ではなくて、お金をいただいた、50スイスフランいただきました。で、そのお金で日本のものを私は買いたいんです。っていうところで、探していたら、私の、ところに引っかかって、ちょうど金額も、ちょうど良かったので、買わせていただきました。で、時間がかかってもいいので、丁寧に作っていただきたいですっていう DM が届いて、嬉しいじゃないですか。でもびっくりしたし、嬉しかったですし、もちろん丁寧には、そう、作るんですけど
私のこのキャンバスって言ってもやっぱコットンなので、永遠ではなくて、使っていくうちにやっぱり汚れたり、もう劣化はしていくんですね。で、その時にちょっと考えて、何か、高いものじゃなくて、気持ちなんか私からもプレゼントしたいなと思っていて、永すご遠に飾れい。る。ええ。はい。で、そこで、私の友人に、知り合いに、書道家の人が、友人がいるので、そこでちっちゃいほんとにポストカードに、こう四文字熟語を書いてくれないって言ってお願いしたら、もう快く書いてくれて、で、ちっちゃいすぐ飾れるようにダイソーとかのこうフォトフレームを買って一緒に送ったっていう話なんですね。で、そうで、到着したら、すごいまた DM が届いて、長い DM 届いて、写真と一緒に。で、もうすごい泣いて喜んでくれて、もうほんとにあなたはまあ。ほんとに嬉しいですって言って。で、その時に初めて自分の思いを乗せて、ちょっと海外のところまでお届けできたかなっていうのをすごく実感しました。はい。うん。その DM が届いても、なかなか他の作家うさんん。にお願いをうん。しようとか、あとはい。作品がすぐ飾れるフォトフレームを用意しようとか、いや、はいはい。そこまでサービスああ、そっか。精神に気はいはい。づかないというか、思い当はい。たらない方がほとんどだとあ、思って、そうです。買ってくださった方のこととか、その日本語の先生の方のこととかを、すごく豊かな想像力で、うん。お客様のために何かっていうところの、うん。優しさ、思いやりを感じたんですが、ありがとうなんか、ございます。そこは全然もう自然にやってらっしゃったああ、ことだったんですか？そうですね。やっぱり、あれですかね、日本人ってなんかおもてなしですかね。なんかやっぱりへえ、何かしてあげすごい。たい、なんだろう、はあ。プライスレスだと思うんです、ほんとにこういった思いっていうのは。えで、大え。した、もちろんちゃんと、マイナスではなくて、ちゃんと利益うんうんもいただいてますし、ちょっうん。と手出しはしたんですけれども、やっぱそのお客様の気持ちがちょっと感銘を受けてしまって、うーで、やっぱすん。ごいスイスと日本ってすごい離れてるじゃないですか。で、え何かやっぱえ。り、せっかくなので、何か、送りたいっていう気持ちがちょっと出てきましたああ。ね。いや、うん。その先生もそんな、はい。色とりさんの先ちょっとなんか使えない、もったいないですよね。なんか、一緒に飾っはい。てありそうな気もしまそうすけですね。どね。どうですかね、使ってね、くれたら嬉しいですけどね。ほんうん。とですね。今年2026年にそのはい。クラフトタウンさんがオランダで、イベントされて、で、そのおはい。客様が恵子さんの作品をお買い求めに日本にいらっしゃるっていうことがあったなんてあ、話を聞いたんですけど、はいはいはいちょっとはい。改めて伺ってもいいですか？あ、はい、ですね、オランダで1月にオランダのジャパンフェスタ、モノフェスタジャパンっていうのに出させて、クラフトうん。サンさんを通して出させてもらって、で、そはい。こで、すごい私の商品を気に入ってくださった方がいうん。て、今度来日するっていうことで、あなたのお店ないのってまず、クラフトサンさんを通してああ。あったんですけど、オはい。ンラインしかやってないので、うんうオンラインはちょん。っとご案内したんですけど、せっかく来るっていうことだったので、そのクラフトタウンさんを通じて、そのギャラリーさんをお借りして、販売っていうことを、全部繋いでくれたんですね。クラフトタウンさんが全部。で、そこで、私も自宅から、全然行けれる範囲だったので、おもうこれはぜおおお。ひお会いしたいなと思って、で、ああ。その来日の日に合わせて、はい。私も伺ってご案内させていただいたんですけど、もう感動ですよね。もう Thank you so much みたいな。もう、で、そうなんはい。です。で、向こうの方が、私のサインが欲しいって言ってくれあ、て、ああ、すご書いい。たこともない、どうしようと思って、見えないところに、ポッケうん。の後ろに、なんうかそれらわ、しいことバーって書いて、すごお渡しい。したんですよ。オランダでじゃあ、恵子さんはい。のブランドに色とりさんを知って、うんうん。あ、これはっていうのが、まずその記憶に残ってたっていうのがすごいですよね。ああ、嬉しいですね。で、うん。来日までの日付も結構あったので、あ、そう2ヶ月なんですね。ぐらい先だったんですよ、来日するのが。なのでほんとにいらっしゃるのかなと思って。そのお客様はなんかどんな感じのお客様でしたか？年齢層とか性別とかは。あ、ですね、年齢層はもう、シニアの方うですーん。かね。多分60代ぐらいかな。60代、う70代ぐらいのーん。方で、3人ではい。ご家族でいらっしゃって。はい。1人は英おお。語ができる息子さんだったのかな、はい。日本語ができる方だったのあ、で、すごい。はい、割とスムーズにできあら。ました。
はい。じゃ、日本文化に結構造詣が深いというか、もううん。親しんでらっしはい。ゃるような方々だったそうです。んですね。はい。そうですね。そうだと思います。その恵子さんの体感として、国内よりも海外でのリアクうん。ションとか反響の方が大きいような、肌感はい。覚っていうのはありますか？あ、そうです。あります。うん、やっぱりあります。やっぱりこのうんうん。和柄っていうのが素敵。すごい、好きな方が多いし、やっぱビューティフォー、so beautiful みたいな感じで、言われる方がすごい多いのかなとは思いますね。それと多分、ちょっと前、別のイベンターさんに言われたことがあって、トートバッグって日常使いじゃないですか。で、和物、例えば日本人形だったり、そういったものは一昔前であって、今からの時代は結構普段使いに和柄がミックスされてるってものはすごい需要がありますよって言うわれたことがあっーん。て、ええそこがちょっええ。と多分、響いたのかなと思っています。そうはい。か。いや、さっきもおっはい。しゃったように、その使いやすさも恵子さんすごく考えられて、う創作されん。ているので、そのデザイン性と機能性とですぐもううん。その日から使えるっていうところが、はいはい。国内だけではなくて海外のお客様も同はい。じように、あ、欲しはい。いっていう風にう思われるんでしん。ょうね。うーん。そうだと思います。いや、自分でそうですねってちょっとね、言いづらい言いづらそういから、です。申し訳ないんですけど、そうなんはい。じゃないかなってう今おん。話うん。伺って思ったはい。んですが、はい。帆布という素材についてちょっと伺いたいんですけど、これあ、何って質問されるそうですね。ことがあるっはいはい。ていう風にインスタグラムの投稿ではい。書いてらっしゃったと思うんですが、はい。それ、そもそも結構珍うん。しいんですかね？ですね、帆布イコール、キャンバス地なので、例えばキャンプ用品とかだったり、日常的にはおそらくいろんなところにあるものなんですけれども、おそらくですけど、あ、例えば、キャンバスイコールきなりのものって多分イメージがあると思うんですけど、はい。はい、先ほどお見せした、こういった色うで、ーん。多分これって海外はあんまりないのかなと思っていて、なのでそういった色物の、ものをインスタとか出すと、これ何って言われるんですよね。ブランドのお名前にもあるように、色をすごはく大事にいはい。されてるのかなと思っていて、帯を一つ使うにしても、どこをうん。切り取るかとか、はどのぐいはい。らい全体のバランスの中にこう差しああ、込むかそうでとかも、すね。はい。すごくその作家さんのセンスが問われるとそうで思うんすね。ですけど、でもはい。すごく色とりさんのって上品にまとめてらっしゃるほんなととですか。思って、はい。はい。帯の柄ってものによってはすごく、なんでしょう、派手になりすぎることもあるんじゃないかなと思ったんですが、全くうんそれを感じうんうん。させない、ほんとにうん普うんうん。段から持っていて、日常うん。生活に溶け込めるようなデザインだなとうん。思ったんですけど、うんそこの、うんうんこのうん。バランス感、うん柄とかうん。色のバランス感は、うんうん。どんな風に考えてらっしゃいますか？あ、お客さんの指定もあります、でも。あ、ここのえ、柄を使って欲しいとか。それは持ち込みってことですか？その私の写真から引っ張ってきて、あここが欲しいとあ、か、すごい。もうありえ、ます。ピンポイント、ピンそうですそうです。こポイントで。こが欲しいとかもありますし、やっぱり変な柄がないところはやっぱ使わないですし、じゃあ、はあ。表はこれうん。で、裏はちょっと違うニュアンスにしたりとへか、表がえ。綺麗だったら裏は、これはちょっと似たような感じなんですけど、裏はちょっと違うところ取ったりうとか、やっーん。ぱりちょっとこだわりながらカットはしてます。うん。バランス感とかセンスって、はい。これまでのこう創作活動の積み重ねで養ったものですはあ。か？そうなんですかね。そうですね。う参ん。考にしている作品とか、なんかインスうパイアを受けたものーん。とかってありますか？ちょっと参考にしてるといえば、はい。もので参考はないんですけど、私ええ。生地を入手するところが東京に住んでいるので、うん。日暮里繊維街っていうところがちょっとあ、有名で、はい、行はい。くんですけど、かなりインバウンドで外国のお客様多くて、ええ。で、その和柄にすごくいらっしゃるので、何の生地買ってるんだろうとか言ってめっちゃ見ます。ああ、やっぱりこれかとか思ったり。和う柄と一口ん。に言っても偏りが人気のものとあそうでないります。ものあるんですね。はい。やっぱ大きな柄とか人気なんだなと思って。分かりやすいものの方がいいんですかうんうん。そうでね。すね、そうみうーたいです。ん。はい。柄の人気の傾向を今伺ったんですけど、色でうんうん。赤系がいい、青系がいいとか、なんかパステル系がなんか人気はいとか、はいはい。そういう傾向ってありますか？バッグのベースは、
やっぱりベースの色っていうのは、やっぱり日本人と一緒で、バックなので、紺色だったり、黒だったり、ベーシックカラーが人気なんですけど、和柄は、ですね、今あるかやっぱりですね、こういうなんか桜おー、綺金麗。なんですよ。こういうのも、はい。よく見るとキンキラ金だったり、はい、そういったものとか、こういうパッと見、もう鮮やかな色とうんうんかうん。あ、なるは、ほど。やっぱり人気があります。おっきな柄、お花でドはあ。ーンとかは人気がありますね。こう、じゃ、地のバッうん。グの色と結構はっきりコントラストがつくよそうですそううな。です。はい。強い色。そうですね。うん。明るい色が人気がありますね。うーん。うん。恵子さんのインスタの投稿とか見ても、すごくパッと見て、あ、いいなうん。と目を引くような投稿がたくさんあったかと思うんですけど、色とりさんとしてのアカウントと恵子うん。さんとしてのアカウント、こう使い分けてらっしゃったかとはい、思うんですが、はい、そこってはい。どんな意図で使い分けてらっしゃるんですか？ですね、これは、まあ、最初に、ケイコシラっていうので、昔はずっと活動していたんですが、やっぱり海外に発信するのに、やっぱりターゲット層も違いますし、同じように混ぜてしまうと、ちょっと分かりづらいっていうので、思い切ってそこは分けて、海外用と日本用はい。で、ちょっと分けてやってます。そのはい。分けた成果とか結果っていうのはなんか今見えてるものってありますか？はあ、ですね、やっぱりでも分けて良かったなと思うのは、はい。やっぱり英語圏の人は結構うんうん。見てくだお、さってますね。日本よりうんうん。も、アメリカとかそういったヨーロッパの人たちが見てる。フォロワーさんも少しずつですけど、やっぱり海外の人が多いですね。ほぼ海外の人です。あ、はい。そうなんですそうですね。なので、ね。分けて良かったなとはちょっと思ってます。文章は英語うん。と中国語と日本語で書かれてはい、たと思はい、うんですけど、はい。あの、ケイコさんはどうでしょう？語学は堪能な方なんですか？もう全然ですよ。そうなんですできね。ません。ほんとにできません。あら。いや、はい。もうこの番組ご覧になってる、その作家はい。さんとか視聴者の方で、うん、そういう方うん、たくうん、さんいらっしゃうんうんると、うんうんうん。私も全然できないので、うすごくん、それが励みになるんですけど、うん、じゃ、そのうん。英語とかが苦手な中で、投稿文はい。はどうやって考えてらっしゃるんですか？もうこれは AI ですね。あ、もう、そうなんだ。最近ここ数年で、はい。なんか昔、2年前ぐらいがチャット GPT を使い始めたんですけど、やっぱ当初ええ。よりも断然今は、なんかもうほんとにビジネス英語だったり、そのうん。親しみのある英語だったりっていうの全部翻訳してくれるので、はい。全部それはもうコピペしてます。あはい。あ。じゃあ、例えばエッツィの発送の連絡はい。とか、お客さんとのやり取りはい。も、はい。基本はじゃあ AI を使ってや AI でってらっしゃる？やってあ、ます。ありがた素晴らいです。しいね。ありそうですがたいですね。よね、はい、もうあり AI。がたいです。ほんとやっぱ に。AI 使われると、そこのなんはい。かご自分の言語の壁みたいなのはだいぶ解消さうんうん。れる感覚ってありますあ、か？もう、めちゃめちゃありますし、ただはい。一つちょっとやっていて、こういうことって伝わらないんだとかははあ、やっぱりあるんですよね。ほう。で、そこでうまく伝わらないから、どうやったら伝わるようになる日本へ語を書いえ。て、どうやっええ。たら綺麗に翻訳できるかっていうのもちょっと今学びながらやってますね。ああ。その、うん。なかなか英語で伝えづらいニュアンスって、うんうんうん。具体的にどんなあ、ものか伺えますか？一回ですね、お客はい。様のご注文で、バッグのハンドルの長さが長はいはい。いものをお願いしたのに、私がちょっとなんか、うまく翻訳ができなくって、短いほう。もので作ってしまったんですね。へそしたら、え。それが違うということで、いろいろちょっと検索したらやっぱニュアンスの、あ、日本語ってちょっとそうなんだ。難しいじゃないですか。難しいですね。そうですね、うまくちょっと翻訳できなくうわ、そうて、なんだ、怖い。そういうことも、そうだっはい。たので、ちょっとそこはなんかはい。難しい日本語を使わずに単純な日本語で ああ、AI になるほどなるほど。変換してもらえればいいんだと思ったり、はあ。そうかうん、そうか。ありましたね。はい。日本語のニュアンスを AI が翻訳しきれなくて、齟齬が起きたみたいなことですか？そうですね、はい。そこでうまあ、く伝わらなくて、向こうも第一はあ。言語じゃなかったりするあ、ので、そうですよね。はい、はい、確かに。そうなんですよ。そっか、じゃあ、例えばこの日はい。本語があって、英語があって、さらにその別の国のそうです3カそうです。国語でそう展開されるとなるです。と、はい。だお客さんも AI 挟んでる可能性が当然あるから、はいはいはい。余計なんかややこしいことになっそうですちゃいそうですそうです。もんね。はい。なるほど、っていう勉強にのもちょっとなるな。ありました。はい。
職人フロンティア。けいこさん、今インスタグラム以外ではい。SNS 発信っていうのをされてますか？あ、そうですね、Pinterest でもはい。画像で、はい、発信はしてます。Pinterest でのはい。反響とかは何か手応えありますか？あ、Pinterest の方が結構うん。コメントが多いですお、ね。へえ、そうなんすそね。うなんですよ。で、そこから、リンクはい。繋いでるので、そうん。こから飛んできてもらったりとかうは多ーん。いです。お、あ、じゃ、Pinterest きっかけで作あ、品が売はい。れるっていうこともありましたか？あ、全然あると思いますおね。やっぱ見お。ると、そこはい。からの流入も結構あるのあ、で、すはい。ごいですね。そうですね。でも、いや、うん。ちゃんとけいこさん、その流入元とかを、うんうん統うん。計とかは確認されてるんですあ、ね。そうですね、簡単に見れるようにはなってるので、うはい、見るーん。と、Pinterest から来てる人も多いでお。す。はい。インスタグラムとか他のものあ、と比べはい。て、一番多いものって何ですへえ。か？あ、でも私は Pinterest が多いかもしれないでへえ。す。あ、インスタグラムとかようりも、ーん。Pinterest きっかけでサイトにいらっしゃる。インスタよりも日本ってあんまり Pinterest 見てる人って多分海外より少ないと思うんでうん。すけど、海外のええええ。人って結構 Pinterest 使ってる人すごい多いらしくあ、て。そうなんですはい、ね。はい。へえ。そこじゃないですかね。うん。じゃあ、これからその今のけいこさんのお話とかうん。伺って、じゃ、僕も私も海外うんうん販売やっうんうん。てみたいってうん。思った方は、うん。まず何からすればいいでしょうか？ですね、私はやっぱりはい。最初から販売って絶対難しいし、私もそうだったので、ええ。やっぱりクラフトダンサーみたいな、うん。販売代行してくれるようなところに、うまずーん。は、登録となりしていただいた方がいいのかなとはうー思ん。いますね。壁が一つなくなるので、自分ではい。発送するっていう確かに壁が確かに。なくなるので、うん、そこからでもいいかなと思います。それで、ああ、少しずつはい。成功体験を積み上げて、自分でうん。やってみたりとかうするといいのかーん。なと思います。なるほど。うん。こう、ご自分の作品をうん。海外向けに何かカスタマイズしようかなとか、なんかそういうそっちのブランディングを考えるというよりかは、もうプラットフォームうん。探してバーンって出しちゃったうんうんうんう方がんうん。いいですかね？早いと思います。プラットフォームに出して、ああ。はい。で、それプラス、他うん。にもやっぱり、うんうん。いろんなことはやった方がいいのかなとは思うんですけど、うん。まずは、やってもらうようなそういった販売代行さんにお願いしたりとか、はい。うん。結構今あると思うんですよね、他にも。うはい。ん、そうですよね。はい。その、今ね、クラフトタウンさんのおうん。話をさせていただきましたけど、うんうん。確か他にも海外販売代行してくださるうんうんうん。サービスが2、3個あったうんかとうんうん。思うので、もうごはい。自分のやりやすい形で合はい。わせて選んでもいうん。いと思いますし、うん。どうでしょう、SNS とかもインスタグラムであったり、Pinterest であったり、もう思いつくものはもう、とりあえずうん。やってみるっていうあ、うん。感じですか？もう、やった方が早いです。思います。色々と情報って今すそうごいか、ですよね。ねえ、自分もそうだったんでほんとに。すよ。情報だはい。けで入れて、じゃあこれからどうするのってやっぱりやるしかないんうん。で、うーん。確かにな。はい、もうやってみてですよね。はい。そうですようん、ね。うん。でも、最初の頃のけいこさんの話のように、こうしはい。ばらく期間が経っても全然売れない、もううん。うん。心が折れるっていうはい。場合もあります。絶対出てくると思うんですあけど、ります。はい。そこはどう切り替えていけばいいですか？気持ちを。ですね、やっぱり、正直私も売れ始めてはいたんですけど、ええ。去年トランプ関税トランプさあ、んのトランプはいはい関税とかもはい。あったので、やっぱりはい。あるんですよ、こう、すごいやっぱり私もダウンしちゃって、それこそなるほ数ヶど。月前に落ち込んでもいましたし。ええ、想像つかああ、ないでいえいえ、ありますあすね。ります。そうそなんだ。こでやっぱりまた、はい。ね、止めちゃったらおしまいなので、そこでまたサイトの見直しだっ確かに。たり、作うわ。品作ったりとか、諦めないことだと思います。はい。恵子さんの諦めない心とか、モチベーションを保つ、なんでしょう、うん。源泉となってる源ってなんかはあ。ありますか？なんだろう、やっぱり作品作りをしたい好き？やっぱ好きですよね。やっぱり好きそこしかないですよね。やって、それをまた海はい。外の人に思いを伝えたいっていうのが、自分の中でおっきいから続いてるのかなと思って
で、それでまたフィードバックがあったりすると、やっぱり続けようって思いますし、うん。ああ、でもすごくそれっていい循環ですよね。作ってること自体楽そうでしいし、すね。フィードバックが来れはいはい。ばよりモチベーションそうも高まるですね。しっていうはい。ので、もうその繰り返しですね。いや、いいではい。すね。いや、うん。もうこうやってなんか、キコさんが海外販売を始められたうん。キャリアのお話を伺うと、やっぱり最初からスムーズにいったわけじゃないうん。し、創作活動とか販売を続けられながら、はい。こう壁があるんだけども、それはなんかうん。みんなそうなんだなっていううん。風に、どうしても SNS ってこう成功体験書あきがあ、わちだとかります。思うんではい。すけど、うんうん。そこで心折れて、なんかはい。落ち込んじゃうんじゃなくって、こう言ってうん。ないだけでみんな頑張ってんだなって、なんかすごく勇気をもらえますね。あ、ありがとうございます。はい。うーもう、ん。うまくはいってませんので、いろいろあります。ええ、そんなことないと思いますけど。あの、はい。結構さ、これからうん、今もう11うんうん。カ国に販売されてリピーターはい、さんもいらっしゃはい。ってっていうことだと思うんですけど、うんうこん。う、ブランドどんな風に育てていきたいとかってなんか展望ってお持ちですか？あ、そうですね。今のやってること、もちろん大きくもしたいんですけれども、ええ。今の販売のその11カ国っていうのが、大体アメリカだったりヨーロッパだったりっていうのがあるんで、アジアの方があまりはなくって、そうなんへえ。です。なので、これからはちょっとアジア系のお客様とかにも、ちょっと露出できたらなっはあ。ていうのは思ってます。え、はい。そのための具うん。体的な方法とかは何か考えてらっしゃるんですあ、か？ですね、アジア系のプラットフォームとかも実はあって、そっちに出したり、そう、ええええ。こないだ、決まったことなんですけど、10はい。月末に台湾のはい。方で初めて、デザインフェスタっていうのに応募して ええ。決まったので、ちょっすと頑張ごい。ってみようかなと思っうて。いや、大丈わ、夫ですかね？めで初めてたい。なのに思い切ったことしたなと思ってます、自分でも。いいじゃないですか。え、じゃ、恵子さんが台湾に行っあ、そうですて、そうです。うわ、はい、現地で。すごい。です。ドキドキですはい。ね。はい、もう決めちゃいました。そのオンラインでやってきて、その次をちょっと行きたいうん。なとは思ってます。そうですはい。か。いや、もうなんか、トライを止めないというか、なんかはい。常にこう前進をされて動いてらっしゃる姿勢に私は今すごく刺激あ、を受けているんですけど。でもやっぱりそのスラはい。ンプみたいなのがあってこそですね。あの時にあ、やっぱり止めちゃったので、えすごくえ。後悔してるんですよ。自分がはんあの、はへえ。さんスランプの時に結構はい。数年ぐらいやっぱり止めちゃったことがあったので、ハンドメイド生活を。あ、はい。そうなんですね。そうなんです。なかなかうまくいかないで。あら。はい。それはそう。何でしょう、例えばお子さんが小さくて、なかなか時間がとか、そのご自分の心身の負担がとか、そういうものが重なってなった感じでしたか？あ、そうです。もう販売しても、もう売れなくなっちゃったあ、とそか。んなことがあいや、あったんでりますあります。すね。はい、はい。ええ。その天気の時と帆布のトートバッグに天気、あはい。の、移行する時ですね、そうん。こが。うはい、もう結ーん。構落ち込みた時期があったので。あはい、あら。でりも、いや、ました。その恵子さんが創作活動を一旦ストップされるっていうのが、いや、ありまなんかそすあります。れほど大きいインパクトだったんだなっていあ、うそうです風に、ね。はい、今受け止もありまめましたしたね。ね。そはい。うなんだ。うん、うん、いや、でもなんかそれってやっぱ一個、その振り返ってですけど、すごくうん、大きなチャンスにもなり得るんだなってうん、いうのは、なんかうん、うん。もう結果論かもしれないですけど、はいはい。恵子さんの今のご活躍を拝見すると、そこで反復に切り替えられてこそのうん、今っていうご活動もあると思いますし、うん、なんかうん、うん。ほんとになんか捉え方次第なんだなっていうのは、そうですね、ね。なんか時間がもしかしたら癒してくれる部分もあるかもしれないうですけど、ん、うんなんかうんうん。今うまくいかないことだけにこう、うわってなうん。る必要ってないはい。んだななんてそうで思いましたすね。ね。そうですね、もう、はい。そうです。はい、私はもうやり遂げたいっていうのはすごく多分強いんだと思います。番組をご覧になっている視聴者の方が、はい。じゃあ、恵子うん。さんの作品が欲しいってなった場合は、どんなはい。方法で購入できるでしょうか？海外の方、国内の方、それぞれで伺いたいあ、です。ですね、国内は、もう私自身があまりもう国内は販売をちょっといろいろやると大変になってしまうので、もうほはい。とんどやってなくて、一部だけあ、みんなにはへえ、出してはいるんですけれども、ほはい。ぼちょっとやってない状態で、もう海外の人のエッジとオンラインうん。に今はなりますね。うーん。はい。
例えば国内のうん、方が う DM とん。か Instagram、あ、SNS 経由ではい。お送りをして購はい。入したいんですけどってご相談することは可能であ、すか？大丈夫です。そういった方お、もいらっしゃるのあ、で、はい、そうなんそういう時はですね。もう、はい、対応させていただきますので。わかはい。りました。じゃ、うん。国内で例えばマルシェとかイベントとかの出店あ、も、今のとはい。ころご予定はないような感じですあ、か？マルシェも最近は、うん。出店し始めたのお、で、ま、今度はい。は6月に13日で国際フォーラムの方で出させていただきます。はい。2026年もさらに挑戦は重なるような年だと思うんですけど、うん。この番組をご覧になっている、じゃ、国内のハンドメイド作家さんに向けて、はい。はい。海外販売をこう後押しするような一言をああ。何かいただいてもよろしいですか？ああ、そうですね。多分、海外に販売したいっていう人は多分一歩が踏み出せない人って、もうハードル高いので、一歩踏み出せないっていう人たくさんいると思いますが、まずは自分でやる。うん。うん、一歩踏み出す。先ほうん。ど伝えたように販売代行だったり、はい。さんにお願いしたりっていうのをまず一歩踏み出して、うんうん。そうすると次がまた見えてくるので、はい。はい、その一歩を頑張ってみてください。そうか、その一はい。歩がまず一番大きな壁に難しいですよね。なるんですはい。ね。自分もそうだったんで。いやでもそそうれを乗り越ですそうです。えさえすれば、またうんうんうん。さらなるなんでしょう、世界が広がるし、はい。新しい自分のお客様にも出会える可能性がすうん。ごく大きいっていうことですよね。はい、そうです。うまずはやってーん。みましょうと私は思そういます。ですね。いや、はい。ありがとうごはい。ざいます。いや、もう恵子さんの優しさの中にもパワフルさであったりとか、しっかりした軸をお持ちなんだなっていうのがお話を通じてよくわかりました。今日はありがとうございあ、ました。ありがとうございます。ご出演いただいたのは、色とりの白石恵子さんでした。どうもありがとうございましはい、た。ありがとうございました。